1990年10月、日本、鈴鹿サーキット。F1 の歴史が永遠に揺れる瞬間が、今訪れようとしていた。1コーナーの先に見えたのは、赤いフェラーリのテール。その後方から迫る、赤と白のマクラーレン。スタート直後、2台が並ぶ。次の瞬間、轟音、白煙、そして、静寂、アイルトン・セナとアラン・プロスト。2人の接触によって、セナのチャンピオンが確定した。しかしそれは、祝福よりも、激しい批判と論争を呼ぶ勝利だった。F1 チャンネルは、より多くの人に F1 を知ってもらうために動画を配信しています。グッドボタン、コメント、パイプのご協力、よろしくお願いいたします。第1章、宿命の対立。セナとプロスト、この2人の確執は、単なるライバル関係を超えていた。1988年、同じマクラーレンでタイトルを争い、激闘の末、セナが王座に。翌1989年、関係は完全に破綻する。日本グランプリ、鈴鹿、試験員で2人は接触。プロストはリタイアしたが、セナは再スタートし、優勝。しかし、レースを管轄する競技役員であるスチュワードは、失格処分を下した。理由は、試験員のショートカットと、マーシャルによる押し掛け。そして、これには当時の国際自動車スポーツ連盟の会長であった、ジャンマリー・バレストル氏の意向が強く働いていたとされ、大きな論争を巻き起こしました。セナは、後に語っている。私に対して行われたのは、政治的で、不正な決定だった。これを理不尽な裁定だと感じたセナは、翌年に歴史的な事件を起こし、世界中に大論争を巻き起こした。第2章、1990年、宿命のリマッチ。1990年、プロストはフェラーリへ移籍。セナは、再びマクラーレン・ホンダで王座を狙う。二人のタイトル争いは、鈴鹿で事実上の決戦を迎えた。セナはポールポジションを獲得したが、問題が起きる。ポール側が、ダーティーサイドに設定されていたのだ。セナは、スタート位置をクリーンサイドに変更するよう要請したが、バレストル会長の介入で却下された。セナはこの判断を、政治的報復と感じていた。彼は私に不公平だった。だから私は彼のルールではなく、自分のやり方で決着をつける。第3章、鈴鹿、運命の1コーナー。10月21日、日曜午後、気温22度、観客15万人、スタートシグナルが消える、プロストが完璧なスタートを切り、フェラーリが前へ。セナはやや出遅れる。しかし、躊躇しない。1コーナー進入、右に切り込むプロスト。そこへ突っ込むセナ、そして、2台は交錯した。マクラーレンとフェラーリはコース外へ吹き飛び、グラベルを滑りながらタイヤバリアに突っ込んで停止。その瞬間、セナはチャンピオンを確定させた。だが、観客席の空気は凍りついた。事故というには、あまりにも計算された接触だったからだ。第4章、世界の反応。翌日、世界の主要紙が一斉に報じた。ザ・タイムズ、スポーツマンシップの敗北、レキュイプ、栄光の影に潜む冷徹、オートスポーツ、セナは勝った。しかし彼は勝利を汚した。プロストは、怒りを隠さなかった。彼は意図的に私を撃墜した。これは、スポーツではない。元王者ジャッキー・スチュワートは、セナの才能は、神の領域だ。だが、
あの瞬間彼は神をも裏切ったと批判。FIA も調査を検討したが、結局、公式な処分は行われなかった。前年にセナを失格にした、あのルールが、今度は沈黙した。第5章、セナの告白。事件から約1年後、1991年末、モータースポーツマガジンのインタビューで、セナはこう語っている。あれは意図的だった。だが、私の中では正当なものだった。ルールが正しく使われないなら、私はルールの外に出る。彼にとって1990年の衝突は、勝利のための暴挙ではなく、不正への抵抗だった。もちろん、それを正義と呼ぶか、自己正当化と見るかは、人それぞれだ。だが、確かにあの瞬間、セナの中には冷たい覚悟があった。彼は、政治に汚された F1 を正すために、最も危険な方法で、それを世界に突きつけた。第6章、真実の境界線。データ的には、セナはブレーキを踏まずに進入したとされる。セナ自身は接触は意図的だったと語っているものの、スローモーション映像では、プロストも少しイン側へ寄っている。つまり、両者が譲らなかった結果の必然でもあった。評論家、ナイジェル・ローバックは、こう書いている。もしあれをレーシングアクシデントと呼ぶなら、それは F1 の魂を問う出来事だった。この事件を機に、危険な接触、意図的なクラッシュの倫理議論が高まり、FIA は以後のルール運用を厳格化することになる。第7章、その後の2人。セナは、1991年、92年とタイトルを重ね、史上に残る英雄となった。一方のプロストは、1993年に引退。その最終戦アデレードで、セナは優勝後にプロストを抱きしめた。僕たちは戦いすぎた。でも、それが人生だった。1994年、セナはサンマリノグランプリで事故死。そのニュースを聞いたプロストは、涙を流し、彼のいない F1 は空っぽだ、と語っている。終章。1990年の鈴鹿は、ただの接触事故ではない。それは、正義と勝利、情熱と倫理の境界線だった。セナは人間だった。完璧ではなく、怒りも迷いも持っていた。だが、その矛盾こそが彼を神話にした。あの日、1コーナーで起きたのは衝突ではなく、F1 というスポーツそのものの問いだったのかもしれない。勝つとは、何を犠牲にすることなのか。正義とは、誰の視点で語られるものなのか。そして私たちは、今もその問いに答えを見つけられないでいる。